こんにちは、ちーぼーです。今回はドバイで購入したものの紹介をしたいと思います。2022年から2023年の年末年始にドバイ旅行に行ってきました。その時の購入した自分で買ってきたものを今回は紹介したいと思います。それでは、スタート。まずは購入したすべての商品をさらっと紹介していきます。こちらはグリーンのワンピース、そしてエスニックな柄のピンクのトップス、ブルジュハリファの T シャツ、そしてピンクとオレンジの刺繍のパシュミナです。とっても可愛いですよね。こちらは花冠、そしてドバイ柄のポーチ、ハイライト、香水、そしてタンドリーマサラのスパイス、そして最後にイエローのシューズ、以上となります。まず一番最初はワンピースです。じゃーん。これはですね、ドバイのミラクルガーデンっていうの、お土産屋さんコーナーで買ったものです。で、これについてはもう私自分が経験したのでお伝えしたいんですけど、ドバイでワンピースを買うんだったらスークで値切って買いましょう。というのも、まず最初にこれ150ディルハムって言われてるんですね。で、値切って私60ディルハムで買ってるんですけど、だいぶふかけられてますよね、この時点で。ただ、スークだったらもうこれに似たワンピースのいいねが60からなんですよ。だからね、値下げすればもっと安くなるし、こういう感じの同じ形、柄は違うけど、こういう同じような形のワンピースが普通に10ディルハムで売ってます。だから私これ60で買ったけど、だいぶ高いと思います。私が買った時が当時1ディルハム35円ぐらいだったので、まあ2000円いくかいかないかなぐらいの値段だから、そんなめちゃくちゃ高くはないんですけど、日本円で考えれば。ただやっぱり現地の相場感で言うとちょっと高く買ってる気がします。なのでスークで安く値切って買いましょう。ただデザインはすごく気に入っているので、緑でちょっとブルーも入っていて、こういう柄なんですよね。可愛いですよね。で、これは、ワンサイズです。ウエストとかはここで自分でシュッてこんな感じですね。身幅とかは調整効きます。ただ、丈長かったですね。やっぱり、私は152、3センチぐらいなんですけど、多分ドバイの人とかは多分もっと平均身長が高いから服の丈が長いんですよ。日本のワンピースとかよりも。なのでちょっとお直しした私の後を見せるんですけど、すごい適当なお直しなんですけど、わかります？こんなに折り返してるんですよ。お直しすればちゃんと着れますっていうのだけね、安心していただければ。すごい薄いんで、こんな感じで夏とかはいいと思いますよ。日本でもなんかリゾート地行くでも可愛いと思います。おすすめです。以上、ドバイのミラクルガーデンで買ったワンピースでした。続いてはドバイで買った T シャツになります。これは私の YouTube の初回の動画で着用している T シャツですね。じゃん。これはですね、何でもござれみたいなスーパー。なんか1階とかは食料品だったり、お土産が安いものが売ってて、でも2階行くと洋服が売ってたり、日用品売ってたりみたいな、ほんと何でもござれ、ドンキホーテみたいな感じなのかな。これあちこちにあるんで、別にどこのっていうわけではないんですけど、多分どこでも買えるような感じです。これはなんかほんと400円ぐらいで買えたんで、部屋着にいいなと思って。ちょっとなんかこのクリーム色っぽいのも気に入ったんですよ。真っ白じゃないところも可愛いなって思って部屋着にしてますちょうどいいです。これ以上、この T シャツですね。続いては先ほどの T シャツと同じところで買ったトップスです。じゃーん。さっきの T シャツに比べるとちょっと高くて800円ぐらいでしたね。でも可愛い。まあ安いです。ここでピッて腕が割と広くて、ここでパッて開くから、すごいなんか風通しが良くて夏涼しそうだなって思ったんですよ。それこそこれウズベキスタンにも持ってきました。ちょっとこのサーモンピンクっぽい感じが好きで、女性の方はわかるかもしれないですけど、パーソナルカラーっていうのがあって、私は春らしいんですね。なのでこういうちょっとこのオレンジっぽいピンクの色がすごい好きなんですけど、可愛いと思ってこれ買いました。ここがほんと刺繍になってて、こっちのねお花とちょっとエスニックな柄があって可愛いなと思って、これもそこのスーパーで一緒に買いました。この2つですね。じゃーん。以上、
トップスと T シャツでした。続いては、花冠です。ドバイミラクルガーデンでテンション上がって買ったものです。なんかお花がいっぱいのお花畑なんですよ。すっごい綺麗な。でそこで売店で売ってたんですね、こういうお花の花冠が。でやっぱ女の子とかみんな買ってつけてて、ちょっと私もテンション高くなっちゃって調子乗ってこうやって買ったものになります。いっぱい種類があるから自分の一番好きな色味とかを選んで、私はちょっとこういうピンクにしたんですけど、ブルーとか白とか紫、赤、黄色とか何でもカラフルなのあるので好きなの選べると思います。これはお土産屋さんで買ったんでちょっと高いんです。40ディルハム、1600円ぐらいなんですけど、これもさっきの T シャツ買ったところでね、実は10ディルハムで売ってました。であらかじめもうこれをつけて写真を撮りたい思ってる方だったら、逆に安く先にその安いスーパーみたいなところでこれを調達していくと30ディルハム1200円分ぐらいお安くなるんでおすすめです。以上、花冠でした。続いてはじゃーん、パシュミナです。可愛いでしょこれ。これは割と私の初回の方の動画で背景になってくれてた可愛いパシュミナちゃんです。これはですね、手縫いの刺繍のものになります。オレンジ味の強いピンクとオレンジが入っていて、すごい色味がもう一目惚れしてこの子にしたんです。バスタキヤ地区っていうところのストール屋さん、パシュミナ屋さんで購入しました。もうダントツで一番可愛いお店。これちょっと後で調べてここら辺にお店の名前をねテロップで入れとこうと思うんですけど、行けば多分わかると思う。なんかここだけちょっとレベルが違うみたいな感じでパシュミナを買おうと思ってそこを歩いてたんですけど、いろいろ見ていく中でやっぱりねちょっとプリントっぽい感じ、日本でも売られてる、なんか安価で売られてるようなものが多くて、なんかこういうんじゃないんだよなみたいな、もっとなんか刺繍が入ってる本格的なやつが欲しいんだよなみたいな思ってて、でたまたまふらふらそこのお店に入ったらかわいいと思って、そこはすごいクオリティが高くて、でも一面にバーっていろいろあるから、とりあえずパシュミナが欲しいんだって言って、でなんかこう店員さんはねおすすめの色味をバンバン出してくれるんですけど、それが自分の好みじゃなかったら、こういう色味が欲しいとかあんな感じっていうのを伝えて、で言っててちょっとピンクとかオレンジっぽいのがいいって言っていろんなのを出してくれてる中で、この子をパッて出してくれた時にこれがいいこれがいいこれがいいって言って、でこう実際にこうちょっとかけてもらったり、頭こうやってねこうやってなんかよくやってくれるやつを巻いたりとかしてくれて、こういう風にしてくれて、可愛いなーって思って、値段全然聞かなくて、これ欲しいこれ欲しい可愛いとかって言ってて、でいざって思ってこれいくらって聞いたら500ディルハムって言われたのと思って、500みたいな、旅行ガイドブックみたいなやつで、高くても200ディルハムぐらいですよって書かれてたから、さすがにそれふっかけられすぎでしょって思って、なんかさすがにね200ディルハムぐらいでって言ったのが500でちょっと高すぎたから、高すぎって言って一回お店出たんですよ。もうちょっと低いとこあるだろうと思ってでぐるぐる回ってたんですけど、結局ねなかったんです。プリントされた感じの、私が求めてるものではない感じのものが多くて、やっぱりあそこって本当だったんだみたいな、本当にちゃんといいパシュミナ屋さんだったんだって思って、で戻ったんですよ。ちょっと頑張って値切ろうと思って、で戻ったらやっぱり「ウェルカムバック」とかって言ってくれて「プリーズディスカウントプリーズディスカウント」とか言って、でなんかそっから値引きの交渉が始まって、でやっぱり初めはちょっとずつ刻まれて、で私200ディルハムで買い、本当は150ディルハムで買いたかったんですけど、ちょっとそこ私のチキンなところが出て200ディルハムで買いたいって言ってたんですね。これ200ディルハムで買わせてくれないかみたいな、最初はあれかディスカウントって言ってて、リミット限界が300って言われて、それ以上はもうしないよみたいなって言われて、でも私200ディルハムで買いたくて私はこれ200ディルハムで買いたいんだよみたいな、300じゃなくて私これを200で買いたいみたいな言ってたら、なんかこいつすげえ来るじゃんみたいな感じで店員さんがちょっとこいつすげえなってなって、なんかちょっとこの空気いけるかもとかって思い始めたら、なんかお前どこから来たのみたいな、ちょっと世間話をし始めてくれて、いろいろ話を振り出してくれて、で日本から来たよみたいな
で今こうでさ何日いて今どこに泊まっててとかいろんな話をしてたら、外国人あるあるなのかな、俺も日本人の友達いるんだよみたいな話を始まって、ちょっとずつこうなんか人となりというかが分かるような感じでこうお話しして仲良くなったら、分かった200でいいよって言ってくれていいのみたいな200ディルハムにしてくれたんです。これだからやっぱり仲良くなるって大事なのかな。私は英語は全然喋れないんですけど、コミュニケーションっていうのはやっぱり大事なんだなって思いました。英語が喋れる喋れないとかね、ペラペラじゃないとか、関係なくコミュニケーションって大事だなっていうのをね、その時に思ったので嬉しかったです。もう本当にありがとうって言って、もうずーっともうなんかありがとうってお礼してましたね。でこれを200ディルハムで購入させてくれました。ありがたいことに。適正価格っていうのはね本当にわからないんで、交渉次第なんで、ただ一応ねこれ200で購入できました。すごい可愛い色味のお気に入りですから、もうほんと冬ずーっとつけてました。ちょっとね落ち着いたコートとかにこれをやるだけですっごい華やかになるんですよ。もう本当にちょっと今日地味だなとかあるじゃないですか。冬場ってやっぱり色味暗くなっちゃうからね。でもやっぱこれを1枚さって羽織るだけですっごい華やかですごい軽やかになってくれるので、なんかそういう冬場のちょっと明るくしたい時とか、春先にちょっと春を感じたくなる、ちょっと春を取り入れたいみたいな時にこういうの使ってもすごいいいんじゃないかなと思います。すっごい本当にいろんなカラフルな色あるので、もうちょっとこれがブルー系だったり黄色だったり、ここの白地のところ逆に黒だったり濃い赤だったりっていうのもあるので選びたい放題です。なのでぜひ皆さんドバイに行ってパシュミナ買いたいなっていう時はバスタキヤ地区とかに行く時はゆっくり見て自分のお気に入りの1枚を探してみてください。以上パシュミナでした。続いては靴です。かわいい。これも見てください。真っ黄色の可愛くないですか？キラキラしていて、ちょっとここがハート型みたいにシュッシュッってなってる。そのスークの近くみたいなとこだったと思います。オールドドバイの方で購入しました。スークとかでも靴探してたんですけど全然サイズが合わなくて、大きいのが多いのかな。やっぱり私靴のサイズもそんなに大きくないので、足のサイズがやっぱちょっとドバイの人の規格からするとちっちゃめなんで、なかなかサイズが合わなかったんですね。で靴屋さん巡ってた時に黄色が欲しいなって思ってたんで、黄色のやつなんかないって言ってお店の人も奥からいっぱい出してくれるんですよ。もうバーってで、これかわいいって思って金額聞いて、いやもうちょっとこれぐらいディスカウントできないって言ってて、でカードも使えないってなったんで、じゃあちょっとさらに値引き交渉して50ディルハムで買わせOK って言うんだったら私今からお金下ろしてくるって言ったんですよ。そしたら分かったそれだったら50にするよって言って購入しました。なんで日本円にすると2000円ぐらいかな。そんな高くないです。はい、適正価格はわからないんですが、一応これは50ディルハムで購入できました。これはちょっとスウェード調でこういうちょっと貼り付けられたデザインなんですけど、これが革で刺繍されてるやつとかもあってすごい可愛いなったんですよ。めっちゃ可愛いなった。ここにまた写真載せたいな。そっちはねほんとサイズが合えばちょっと高めだったんですけど買いたかったんですよね。なのでこういうのも本当に一足一足多分手作りなのかな。サイズとかもね同じサイズでもまちまちだったり形違ったりとかするのがねちょっと面白いとこかなって思います。そういうのでねお気に入りの一足見つけていただければいいんじゃないかと思います。以上ドバイで買った靴でした。続いては、ドバイで購入したポーチになります。じゃーん。ラクダ柄のポーチですね。これはもう本当に定番でお土産屋さん行くとどこにも割と置いてあるようなものなんですけど、私はこれバスタキヤ地区で購入しました。5ディルハムだったかな、確か5かな。そうなんか値切ったんだけど、なんかダメだよ5までだよみたいなお茶目な男の子ですごいなんか日本が好きで、俺も東京に行きたいんだって言ってるサウジアラビアの若い男の子だったんで、可愛いからいっかって思って私が分かったよって言って買いました。はい、すごい可愛い子でしたね。俺日本人に見えるみたいな、ちょっと見えるちょっとねとかって言って可愛い子でした。すごい。これね私お友達にも買って、赤だったり青だったり水色だったり濃いピンクだったり緑だったりいろいろありますよ。私はこの薄ピンクにしました。こんな感じで。で
これサイズはこういうティントが入ります。これはね本当にこんな感じで余裕持って入る感じで、多分横幅測ったら13センチぐらいでした。これがこのコスメデコルテさんですね。私の化粧直しの時に使ってるコスメデコルテさんのザ・スキンミニマリスト、これが13センチなんですけど、これが本当にピタッと収納できるサイズ感になってます。ちょうどいいですよ、このポーチです。でそこから2つさらに紹介です。前の私の女子旅におすすめしたいプチミニマリスト術3選という動画でも紹介してるコンシーラーですね。じゃーん。これはさっきのこの T シャツ買ったような何でもござれスーパーで買いました。これはねほんと100円ぐらいで買えたんですよ、安くて。でこういうリップクリーム状になってるから幅も取らないし、これでトン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 ってやってこうやってピピピピってできるからブラシもいらないし、すごい旅行とかに持ってくのにちょうどいいような感じです。で色味もねこれはいっぱいありましたよ。ブルーベース向きっぽい感じのちょっと青みがかったシルバーもあるし、私はイエベなのでこういうちょっとゴールド肌なじみの良さそうな温かみのある色、こうやってやるのか分かりやすいね。そう、こういう色、ちょっと美容 YouTuber みたいだな。そう、こういう色にしましたね。これすごい100円でちょうどいいです。こういう色味ね。そう、これを1個買いました。あとはデザートサファリでね買った香水。これは、デザートサファリっていう砂漠ツアーに私が参加した時に食事をしながらいろんなショーを見たりできるような会場のお土産屋さんのブースにあった香水ですね。でつけさせてもらって、やっぱりなんか私シンガポールでも行った時香水買ったんですけど、やっぱ香りってすっごい記憶と直結しません？香りって一気にその時の感情とか記憶を蘇らせるなーって思って、でそれでシンガポール行った時いい香りの香水買ったんですけど、ドバイでもそういうことしたいなって思って、やっぱ香り嗅ぐとあそこのドバイの砂漠ツアーで見たその喧騒とかその時の自分の高揚感とかショーのね盛り上がりとかその時の湿度温度空気感覚え出せるかなっていうので購入しました。これはねちょっとバラの感じの香水でワイルドな感じなんて言えばいいのか分かんないんですけど、なんかこうワイルドな感じ、野生味のあふれるっていう感じかなの感じで、これもねこういう感じでねピッて取ってピッてつけて、思い出すわ、思い出しちゃう。ラクダ乗ったんですよ。載せますね。ドバイの時はまだ YouTube とか考えてなかったからVlog を撮れるほどの撮れ高はないんですけど、結構ショーとかは撮ってるのであげますね。需要があればあるかな。まああげます。好きなのはあげるんで。はい。いくらで買ったんだろう。多分そんな高くなかった気がする。量も少ないし、ほんと1000円2000円ぐらいとかで買えた気がするんですよね。1200円とかだったのかなぐらいで購入しました。以上、香水です。そして最後はスパイスです。じゃーん。これはタンドリーマサラですね。お家でなんか食べたいなって思って買いました。一回もう使ってます。でこれもあげていいですか？うまくできたらね。ちょっとドバイを日本で作れるドバイご飯みたいなあるんですよ。サラダとかこういうスパイス漬け込んでばチキンもできるし、ケバブサンドみたいなのとかちょっとねそういうの動画で撮れたらいいなって思います。ちゃんとね一応英語で作り方書いてあるので、こんな感じでこういうのが必要ですよっていうのは英語でちゃんと表記もされてるし、お試しあれ以上スパイスでした。以上ドバイで購入した商品の紹介でした。どうでしょう、お役に立ちましたでしょうか？参考になりましたでしょうか？参考になったら嬉しいです。本当にねドバイもお買い物女子するのすっごい楽しいと思います。もう綺麗なんでぜひいいお買い物をしてきてください。以上ですね、ドバイの
購入品になります。いろいろまた旅の Vlog もしっかりこういう買ってきた商品とかを通してその国のことを魅力をお伝えできたらなって思ってますので、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。インスタグラムもやってますので、フォローやいいねよろしくお願いします。いつも皆さんの、いいねやコメントや高評価、チャンネル登録本当に励みになっております。これからもねこういったものを紹介したり、自分の好きなことを通して誰かに楽しんでもらえたらなって思ってますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。